こんにちは、メルです。冬服吸着の動画が非常に好評でしたので、その後、実際冬服吸着で問題なく過ごせているのというリアルな部分も気になるかなと思い、動画にまとめてみました。課題点もありつつ、でもやっぱり少ない服での生活が自分に合っているんだなと感じたため、ミニマルな暮らしの一例として参考にしていただければ幸いです。では始めていきます。まずは全体的な振り返りからお話ししていきます。出番のない服はなくてですね、さすがにこの数だと全部必要でしたね。ただ週5日着ている服もあれば、最近はあまり着ていないななど着用頻度にばらつきはありました。それでは1着ずつ解説していきます。アウターについては12月前半まではダウンばかり着ていましたが、12月後半からはボアブルゾンばかり着ています。ダウンよりあったかいんですよね。私寒いのが苦手なので、よりあったかい方を着てしまいます。ちなみに今シーズンはモコモコを外側にして着ることが多く、昨年まではほぼモコモコを内側にして着ていたため、デザイン的にはどちらも同じくらい好きで、ただ一度決めるとしばらく同じように着続けてしまうようです。で、同じように一度ダウンってなれば毎回ダウンばかり着ていて、なんかまんべんなく着るっていうよりかはどちらかに偏る傾向があるみたいです。おそらくどっちにするか選ぶ判断を極力したくないのだと思います。やっぱり服をたくさん所持していろんなコーデを楽しむというよりかは、判断の回数を減らしたいが勝るんだなぁと。ですので、私服の制服化とかミニマリストに向いてるんだなぁと思いました。結論、アウターは2着で十分足りています。そして2着ともに状態もいいので、来年も着れそうだなというのもとても嬉しいです。冬のアウターは高いので、1年でも長く着たいっていうのが本音です。あと今年思ったより寒くないなと思っていて、これは地域にもよると思うんですけれども、私の地域は地球温暖化を実感しますね。ボトムスについては、12月中頃まではジーンズばかり履いていたのですが、クリスマスの頃に超極暖ヒートテックレギンスを購入して以降、タイツの上から履けるワイドパンツの出番が増えています。結構分厚めのタイツのため、ジーンズだとキツキツで履けなかったんですよね。あと、タイツを履いて寝ていることもあり、朝タイツを脱いでジーンズに履き替えるっていうのが面倒&寒いしで億劫で、1月は完全にジーンズが遠のいています。でも、ジーンズはオールシーズン履いているので、少しお休みしているくらいでちょうど良いのかなと思っています。仕事に着ていく服として、昨年11月に購入したユニクロのタックワイドパンツは絶賛大活躍中でございます。これ本当にすごくてですね、夜に洗濯して乾燥機にかけなくても干すだけで朝には乾いてるんですよ。ですので一着でも間に合ってるんですね。もう本当にミニマリストの強い味方です。しかもシワになることもなく耐久性にも優れているので非常に扱いやすい。またこれから春先も着られる素材感なので、もう本当にこれを選んでよかったです。着古したらまた購入できるアイテムでもあるので、より気楽に着られるのも嬉しいポイント。あと毎回思うんですけれども、自社ブランドの古着回収は本当に気持ちよく手放せるので、ぜひ多くのブランドで実施してほしいなと思うところです。トップスについては、まず無印良品の長袖 T シャツについてですが、ニットを着る時のインナーとして大活躍しています。モンベルやワークマンのあったかメリノールインナーの上から着てもきつくありませんし、比較的薄手のシャツでもあることから、
上にニットや上着を着てもゆとりがあるので着やすいです。これから春の季節はメインのトップスになるので、まだまだしばらく大活躍してくれそうです。ユニクロのニットについては、10月の冬服会議の時から仕事着以外のトップスがこのニット1着のみで、果たして大丈夫なのかと懸念していましたが、結論問題なしでした。というのも、12月と1月が年間を通して最も仕事が忙しい時期で、休日にお出かけすることもほとんどなく、週2日の休日に家で着るだけだったので、1着でも意外といけました。このニットを着ると休日だなーって感じがしますね。意外にも1着で過ごせてはいますが、このニットもこの冬で終わりかなと思っているため、次の秋冬に着れるニットなどのトップスが必要だなと感じています。早くも次のシーズンの冬服会議が始まっています。それで年初に会った親戚が柄ありの白ニットを着ていて、それがすごく可愛くて、久々に柄ありもいいなーなんて思ったりしています。今持っているユニクロのニットがすごくお気に入りな分、次のシーズン超お気に入りの洋服に果たして出会えるのか、今持っているものよりもいいものをと考えるとき、プレッシャーもあるけれど、より良い暮らしを模索するのはやっぱりいいなぁと思うので、私はミニマルな暮らしが好きみたいです。ここからは主に通勤服として着ている服についてお話ししていきます。まずはモンベルのスウェット。昨年の11月に購入したものですが、これを選んで大正解でした。タックワイドパンツと同じく大活躍中です。職場の作業場がとても寒いのですが、おかげでそれほど寒くありません。洗濯もできてシワになりにくく、耐久性にも優れているので非常に扱いやすいです。そしてデザインも可愛い。仕事は大変だけれど、お気に入りの洋服のおかげでモチベーションが上がっています。ただこちらのスウェットは夜洗濯した場合、タックワイドパンツと違って乾燥をかけないと朝には乾きません。胸とね、背中側は結構乾くんですが、裾が乾かないんですよね。我が家は浴室で乾燥ができるのですが、2、3回やるのを忘れて、朝乾いていなくて着れなかったなんていうことがありました。その時は仕方なく春秋着ているカーディガンを着て乗り切りました。たまたまそれほど寒い日ではなかったので、意外となんとかなりました。仕事着は最低限でやっていきたいと思っているので、現時点では増やす予定はありません。仕事着ばっかりで普段着が少ないのはなんだか寂しいんですよね。仕事着を増やすくらいなら普段着を増やしたいなっていう気持ちの方が強いです。でも実際は仕事の日の方が多いのでね、その辺はちょっと考えないといけないですね。かなり着ていますが、状態も良く次の冬も着れそうで嬉しいです。毎回ね、新しいものを探して選ぶのは大変なので、できるだけ長く着られると助かります。ハニーズのワイシャツについてはもうかれこれ6年とか着ているのですが、今季も大活躍しています。2000円しないくらいの安物だったのに、こんなに物持ちが良くてびっくりです。楽々アイロンシャツという名の通り、本当に一度もアイロンがけしたことありません。しかもタックワイドパンツと同じく夜洗濯して朝にはいつも乾いています。かなり使用しているので、そろそろ捨て時なのではと思いつつ、そんなに状態が悪くも感じず、ただ自分だと変化がわからないことがあるので、そこは家族に客観的な意見を聞いてみようと思います。以上が冬服9着の振り返りでした。結論、私の場合はこの冬服9着で問題なく過ごせていますが、トップスについてはあと 1、2着
気に入るアイテムがあれば増やしたいなとも思っています。ただ意外とこだわりが多いのでなかなか見つからないんですよね。必要であり欲しいアイテムを見つけるのって大変だなと。そのあたりの妥協具合やバランスは今後考えていかないとなと思っています。あとは予算があれば返却できる服のレンタルサービスを利用するのも楽だなと。合えば購入できるし、合わなければ返却できるって少ないもので生活したい私には結構ありがたいサービスなんですよね。そのあたりどうなるのか今後の洋服会議にもぜひご注目ください。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。